んにちは、むっちんです。今回は早起きをして魚釣きへ行ってきました。この日は1時間ぐらいしか潜っていないんですけど、意外と大量だったので最後まで楽しんで見てもらえたら嬉しいです。この日は透明度もかなり高かったので気持ちよく潜ることができました。今日の狙いは何といっても前回取れずに終わったキジハタを狙っていきたいと思います。それでは早速魚を探していきましょう。まずは大きいメバルを発見しました。このメバルから狙おうかなと思ったんですけど、なんとまさかの初っ端からゴムの紐が切れてしまいました。とりあえず急いで結んでなんとか使えるようにはなりました。それでは気を取り直して獲物を探していきましょう。紐を結んでる間にさっきのメバルはいなくなったので他の場所を探していきます。すると早速ここに今日狙っているキジハタを発見しました。狙っていきましょう。しっかり狙ってヒットしたんですけど、これはすぐに抜けてしまいました。でもまだ近くにいるのでもう一回狙います。ですがすぐ逃げられてしまいました。これは残念です。今度はメバルを見つけたので狙っていきましょう。ここにいますね。これは届きません。すると今度はさっきより一回り大きいキジハタを発見しました。これは逃がしたくないですね。しっかり狙っていきましょう。ヒット。今度はしっかり刺さりました。しかも大きいですね。もう一回見てみましょう。ちょっと見えづらいですがホバリングをしているところをうまく狙えました。当たりどころも悪くないです。これで今年初のキジハタをゲットです。サイズは40センチありました。今日はキジハタを狙っていたのでこれは嬉しいですね。後で鍋にしていただこうと思います。久しぶりにキジハタを見たのでずっと見とれていました。この魚は本当に美味しいんですよ。今日は狙っていたキジハタも取れたし調子が良さそうなのでどんどん狙っていきましょう。今ちらっとメバルが見えたので次はあのメバルを狙ってみようと思います。よく見るとここで顔だけ出していますね。狙っていきましょう。ヒット。今回は腹に当たってしまいましたね。メバルは結構暴れるので腹に当たってしまうと身切れすることが多いです。なのでバラしてしまう前に慎重に手繰り寄せます。よし、掴みました。というわけで2匹目はメバルをゲットです。後でメバルの刺身を使ったメバル丼を作ってみようと思うので今日は何匹かメバルを狙っていこうと思います。それではまた探していきましょう。するとまたここでメバルを見つけました。気づかれないように狙っていきましょう。ここでメバルが動いてしまったので森を持ち替えて角度を変えていきます。ヒット。
慣れない体勢からのショットだったんですけど、なんとか当てることができました。当たりどころはバッチシです。3匹目もメバルをゲットです。このメバルはさっきより大きいですね。28センチぐらいありそうです。よし、この調子でどんどん行きましょう。ここでまたメバルを見つけました。ですがこれは外れ。これもまたメバルです。当たりません。スローで見てみるとこんな感じですね。この反射神経です。メバルって結構簡単につけそうなイメージがあると思うんですけど、腹をつくと見切れてしまうし、結構難しい気がします。まだすぐそばにいたのでもう一回狙おうとしたんですけど逃げられてしまいました。すぐ近くにまたメバルがいたので今度はこっちを狙ってみましょう。ここにいました。ヒット。今回のショットは狙っていた通りに打てた気がします。若干体の方に刺さってしまったんですけど、このショットは嬉しかったです。これでメバルは3匹目です。今日はメバルがたくさんいるのでもう1匹だけメバルを狙っていきましょう。見えづらいですけどここにいます。これは刺さりませんでした。でもすぐ近くにいるのでもう1回狙っていきましょう。ヒット。今回は背中に当たってしまいましたがなんとかゲットすることができました。これでメバルは4匹目です。これだけあればメバル丼も作れると思うので、あとは別の魚を狙っていきたいと思います。上から眺めていると何か魚を見つけたので潜って見てみましょう。ここで何かが動いてますね。何でしょう。お、動いてますね。これはカサゴの子供ですかね。小さくてなんだか分かりませんでした。まだ子供なのでこれは取るのはやめましょう。また上から眺めていると初めて見る魚を見つけました。この中にいるんですけど、皆さんどこにいるか分かるでしょうか。それでは近づいて狙ってみましょう。
ここまで来たらわかりますかね。正解はここです。僕もこの魚を初めて見るので狙ってみましょう。ヒット。すごい鳴き声ですね。あまりにも大きい声で鳴くのでちょっと罪悪感が出てきました。うわ、しかも逃がしちゃいました。でも弱ってると思うので呼吸を整えたらもう一回狙いに行きましょう。2回も刺すのは申し訳ないんですが狙っていきます。ごめんなさい。今度はしっかり刺さりました。この魚は後で調べてみて分かったんですけど、ホウボウという魚ですね。同じような魚でカナガシラという魚がいるんですけど、そのカナガシラの方は鱗の方がツルツルしてるみたいなんですよね。そしてこのホウボウの方は鱗の方が結構ザラザラしてるみたいで、今回のこの魚は触ってみるとザラザラしていたのでおそらくホウボウだと思います。そしてこの魚、頭がすごく硬くてちょっと締め方が分かりませんでした。はい、というわけで今回初めてついた魚はホウボウという魚でした。足のような触覚も生えていて地面を歩くみたいですね。見た目も面白い魚です。今日はもう十分取れたので陸に向かって泳いでいたんですけど、その途中にヒラメらしき魚を見つけました。最後にこの魚だけ狙って終わりにしましょう。ここの砂が盛り上がっているのでおそらくここにいますね。狙っていきましょう。あら、すいません、ヒラメだと思っていたんですけどただの盛り上がった砂でした。はい、というわけで今回の最後はかっこ悪い感じになってしまいましたが、今日はこんな感じで大量に取ることができました。それでは持って帰って美味しくいただきたいと思います。とりあえずこのホウボウは刺身でいただいたんですけど、ものすごく味が濃くてすごく美味しかったです。光り物のような見た目だったんですけど味は根魚という感じでしたね。メバルの方は小さい2匹を塩焼きでいただきました。そして大きい方は刺身にしてメバル丼を作ってみました。これがすごく美味しかったので後日動画で紹介したいと思います。そしてキジハタは2日間寝かせた後鍋にしていただきました。これはほっぺが落ちるほど美味しかったです。この時の映像も後で動画にして紹介していこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。ではまた。